ハローマットです。ここはロンドンのユニクロさんの店舗です。僕は自分が、ファンだっていうのもあってユニクロさんの店舗を撮影して皆さんに見てもらってるんですけど、定期的に見たいっていう声があるんですね。でとはいえ、あまり頻繁に上げるわけにもいかず、でもまとめてできないかなと思っています。で今回は2025年の春の店頭のヨーロッパを撮影したいなと思ってます。でヨーロッパっていうと、ここのロンドン、イギリス、それからフランス、そしてドイツですかね。この3カ国が、EU、イギリスと脱退しましたけどね、 EU、それから NATO、この経済圏の中心だと思います。ですから今日はまずこのロンドンのユニクロさんを見てもらって、で僕はね2週間ぐらいヨーロッパにいるので、その間にフランスとそれからドイツの店舗を撮影してまとめて皆さんに見てもらいたいと思います。で効率よくね、しかし内容の濃いというか、見てためになったなっていう、そういうものにしたいと思います。まずこのねユニクロさんの店舗のある場所、ここはねオックスフォードストリート沿いです。で向こうですね。このまま進むと向こう側にボンドストリートの駅とか、それからセルフリッジーズがあります。でぐるっと反対に向くとこっちですね。で反対側がオックスフォードサーカスの駅だから、ちょうど中間ぐらいですかね。でそうこれこのねユニクロさんの隣にあるストラディバリウスってご存知ですか？これねザラを擁するインディテックスグループの、いくつかあるブランドの一角で、日本に入ってるのかな、多分ね800とか900店舗あると思います。でこのね名前ストラディバリウス、イタリアのバイオリンのメーカーでありますよね、老舗の。でこういうね、なんていうんですかね、どっかで聞いたことがある名前で商標取られてないものを別の分野で名前をつけるっていうのは、そういうのって結構ありますよね。だから記憶の片隅にある言葉を思い起こさせるみたいな。だから日本もスタジオジブリの例えば風立ちぬとか、もともと堀達夫さんの小説からだったり、そんなのが同じようなね考え方だと思います。君の名はとかもそうですよね。でちょっとねこのままお店入りたいと思います。でこう入っていくと1階がメンズレディースの春のプレゼンですね。こんな感じですっかり春色で、今日はね日曜日で今ね12時ぐらいなんで、オープンがね11時半だったと思うので、まだねお客さんはねまばらです。でもとはいえ結構入ってますね。でこんな感じで軽やかなカラーが中心ですね。で今日はね結構地元の人多いですね。で地下がねメンズなので、先にちょっと定期的にチェックしている商品のプライスを見てみたいと思います。こんな感じで
ちょっとカメラの調子が悪いから一回切ろうかな。大丈夫か。ブルー多いですかね。でまずね、今ねカメラの調子が悪かったんでちょっと切りましたけど直しました。でこれですね、まずエアリズム 14.9 ポンドですね、エアリズムで日本が1290円なので 14.9×192 円ぐらいなんですね、今ポンドが。なのでそうすると2900円ぐらいか。なので日本の225% ぐらいですね。で次にデニムはねこっちか、ワンプライスこれですね、39.9。 ちょっとこっち側に 39.9 ってことは 39.9 かける192かってことは7500円ぐらいか、いや7800円ぐらいかですね。なので日本のってことは日本が3990円だったので 190% ぐらいですかね。でちょっとねさっきこれプライスが出てたんですけど、ここ映るかな。これユーロが一番上ですね、 49.9 で次が GBP グレートブリテンポンドで、その次が SEK、 これねスウェーデッシュクローネですね、スウェーデンで次が DKK、 これねデンマーククローネです。で最後はこれね PLN、 これねポーランドのズボティですね。なのでこうやって見るといろんな国で売ってるんですね。で次にというか最後にこれだ、これもいつも比べているこれですね、ショルダーバッグ、これが 14.9 ポンド、日本が1500円なんで、これも同じですね、エアリズムとだいたい 225% ぐらいですかね。でこんな感じです。でまだねちょっと冬物も残っていてセールになってて、でもそれも皆さんね手に取ってるので結構ね売れ行きいいと思います。でここからちょっと上に戻ります。前回来た時は中東の方とかそれからアジアの方も多かったんですけど、今日はほとんどね地元というか、ゲルマン系の方かな。でもインド系の方もいらっしゃいますね。こんな感じで結構雑貨類もみんなね。で2階がレディース、ここにちゃんと書いてありますね。そうそう、これイギリスだから日本でいう2階が1階ですね。だから2階3階がレディースで3階キッズで4階がレディースメンズ、こんな感じでした。なのですごくね今日も盛況ですね。こんな感じです。なのでこれが
2025年の春のイギリスのユニクロさんの店舗です。では次の場所というか、来週になりますけど、他も撮影したいと思います。今、僕はパリのユニクロさんの前にいます。でここはマルシェサンジェルマンの中に入っているユニクロさんです。これですね。で周りはこんな感じで、一本ね、奥に入ってるんでちょっと静かなんですよね、ここ。で最寄りの駅はサンジェルマン・デ・プレになります。カフェ・ドゥ・マゴとかカフェ・ド・フロールがあるんですね。でここから入っていきます。で今日ね、火曜日なんで結構ね静かなんですよね。こんな感じで、ここはそんなにお客さんいないですね。で早速ちょっとねチェックをしましょうかね。これがヒートテックか。あれ、エアリズムないのかな。でも値段一緒ですからね、ヒートテックとエアリズム。これで見ちゃおうかな。これですね、ヒートテックエアリズムと一緒で 14.9 ユーロなので、1ユーロ160円かけると2200-2300円ですかね。なので日本の、180%ぐらいか、そんな感じですね。次に向こうかな、デニムは。デニムそこだ。ちょっと待ってください。こっちからこの辺やっぱりね、海外の人手に取りますよ。この日本っぽい T シャツ、これ広重ですかね。北斎か、北斎、これなんかそれっぽいですね。でこういうのも人気ありますし、ヒース・ヘリングか。でもヒース・ヘリングだったらこっちじゃないですかね。日本といえばドラゴンボール。なんかフランスで日本のアニメすごいんですよね、人気で。僕ね、リヨンに行った時になんかね、アニメだけをフューチャーした大きい施設があったりして、ちょっとね驚きましたね。エアリズムあった。ここだ。 14.9 なので、2300円から400円ぐらいですね。で次にこれか。デニムは 49.9 ユーロだから160をかけると8000円ぐらいか。日本が3990円だからちょうど倍ですかね。で次に、でも僕ね2年ぐらい前からチェックしてるんですけど、値上げしてないので、やっぱり企業努力すごいですよね。中間経費というか輸送コストとか全部上がってると思いますから。でこれか、ちょっとねうまくピントが合わないんですけど 14.9、 これが日本で1500円なので 14.9×160 で、そうするとだいたい3000円ぐらい、だから2倍ぐらいですね。なのでパリのねお店はこんな感じで、
でも地元の方中心で年配の方も多いので、年齢層幅広いですよね。こんな感じです。だからパリは前回の撮影とほとんど変わってないですね。では次の場所に移りたいと思います。一度切ります。今僕はリボリー通りを歩いてたら、このサマリテーンの1階にねユニクロが入ってました。でリボリー通りなんで向こう側がルーブル美術館ですね。でサマリテーヌがあってユニクロが入ってて、でここの店舗はねすごく混んでて、こちらで撮影すればよかったなと思うぐらいです。で何をお見せしたいかっていうと、こちら側、ここにねプランベアっていうのがあって、これもザラを擁するインディテックスグループのブランドの一つで、かなりね店舗数ありますね。でその隣がこれもインディテックスのベルシュカだから、どちらが意識してるのかは別にして、やっぱり近いところにみんなありますね。そんな感じです。では切ります。ここはケルン大聖堂です。今僕はケルンに来ました。で今日このケルンにあるユニクロさんの店舗を見に行きたいと思います。ちょっとねここから歩いて多分300メーターぐらいかな。なのでそこまで行きたいと思います。でまずね僕驚いたのが、ケルンってこんなに人いるんですね。で実はね前にも何度かケルンは来てるんですけど、ちょっとね驚いてます。で仕事の帰りに、ヨーロッパから離れるときはフランクフルトから飛行機を乗るんですね。でそうするとデュッセルドルフか、それかフランクフルトか、ケルンか、カールスルーエとか、そういう街に、一泊してで帰るっていう風なんですけど、でも今までちょっと気にしてなかったんですけど、ケルンの人手ってすごいですね。でおそらく僕がね今まで行ったドイツの、西側で一番混んでるかも。ここねちょっと本題とは離れますけど、リモアの本店です。スーツケースのリモア、ここね思ったよりこじんまりしてるんですけど、そうだからユニクロの店舗がフランクフルトにはないんですね。で僕なんでかなと思ってて、でもしかしたら、フランクフルトとケルンって結構近いので、こっちで十分だっていう判断なのかもしれないですね。でもフランクフルト金融都市ですし、やっぱりヨーロッパのハブ空港なんで、あってもいいのかなと素人考えです。ではちょっと一度切りますね。今ユニクロさんの前まで来ました。で大きなお店で全容こんな感じですね。で中に入ってみたいと思います。僕のね予想ではドイツもっとスポーティーなんで、そんなには入ってないのかなと思います。でも結構お客さん多いですね。こんな感じですね。1階がメンズレディースの、全体のプレゼンテーションで、上がレディースとキッズで、メンズ地下ですね。なのでメンズから見たいと思います。春物にも入れ替わってるんですけど、正面にデニムがありますね。
でプライスに関してはユーロ圏内なんで、フランスとね全く同じです。なのでこれですね、デニム 49.9 ユーロ、日本が3980円、 49.9×160 円ぐらいですかね。なので8000円ぐらいで、そうすると日本の2倍ぐらいですね。で次にエアリズムか。ここあれですね、試着のとここんなに並んでますね。すごい。ここかな。これだ。ここにエアリズム。これも同じですね、フランスと 14.9 ユーロなので160円ぐらいで計算すると2400円ぐらいで、そうすると160%ぐらいですかね、日本の。ドイツの方がフランスより平均所得高いので、必然的に割安だと思います。アニメっぽいのがちょっとセールになってますよ、これ。これで一周してきて、バッグは上なのかな。あとパリにあったドラゴンボールとかがちょっとないかな。これがそうですね、バッグ。これも 14.9 なので162円だから同じく2400円だから 160% ぐらいですね、日本の。おそらくね、フランスより3割ぐらい平均所得高いので、だから一番割安なのかなと思います。こういう感じで。でもやっぱ明るい色多いですね。白とかベージュとか多いですね。で、ぐるっと見てこんな感じです。なのでこれでイギリス、フランス、ドイツと、イギリスはユーロからはね抜けちゃいましたけど、ヨーロッパの経済を引っ張る3カ国を見てきました。今正面に戻ってきました。3カ国チェックして、ウェブで店舗数を確認したんですけど、ざっくり言うとイギリスが20店舗ぐらいで、フランスが30店舗ぐらいで、ドイツが10店舗になってました。なので、人口のバランスっていうよりもやっぱりフランスが一番ファッション合うかもしれませんね。でもこのケルンのねショップに関してはかなりお客さん入ってますから、今そうですね、なかなか高機能で、それからクオリティが良くて、で、生活必需品、コモディティになるような服ってユニクロさん一強だと思うんですね。なので、急激には店舗は増えないにしろ、きっと着実にお客さんが増えていくんじゃないかなと思います。で、僕のチャンネルでは、仕事で訪れた場所での、このような日本のね企業の情報を皆さんにお伝えしたいと思ってます。で、面白いと思ってくださったらぜひチャンネル登録もお願いします。では失礼します。